はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。以前動画でクレイジーソルト完全再現に挑戦しました。その時からこれで熟成肉作ったら美味しそうだなと考えていたので、今回作っていきます。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回使用するクレイジーソルトです。これは1960年代にアメリカで当時60歳だったジェーンおばさんがご近所にクリスマスの贈り物として配ったところ大好評だったため商品化された 100% 無添加の調理塩です。それなのでパッケージも赤と緑が使用されています。クレイジーという名前ですが危ないものは入っていません。よく見るとクレイジーソルトのクレイジーはクレイジーではなくクレイジーです。これは造語で諸説ありますがクレイジーの C をキッチンの K に変えたものと言われています。もっと詳しく知りたい方は以前出した動画をご覧ください。クレイジーソルトの他にもクレイジーガーリック、クレイジーバジル、クレイジーレモンやクレイジーペッパーなどシリーズ化されています。そしてこれが今回使用する牛肩ロースです。クレイジーソルトの中身は岩塩を中心にペッパー、オニオン、ガーリック、タイム、セロリ、オレガノが入っています。クレイジーソルトを使うことによって各スパイスの殺菌効果と味付け、ハーブの香りで食欲増進など幅広くお肉との相乗効果を生み美味しい熟成肉ができるはずです。それではコーティングしていきます。バットに網を置いて布巾を乗せます。そこにクレイジーソルトを敷きます。その上にお肉を乗せてクレイジーソルトを振りかけます。手ですり込むようにしっかりと塗っていきます。以前塩を厚くかぶせすぎたらしょっぱすぎたので今回は表面に付着するようにコーティングします。しっかりと付着したので冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。それでは1ヶ月経ったので見てみます。うわ、誰かこれ一回砂場で遊びました？砂まみれになっていてだいぶ変化しています。熟成前は赤い部分が少し見えていたのがお肉自体の色も変化しているのかクレイジーソルト自体も同じ色に変色しています。それではカットして中を見てみましょう。結構中も変色しています。油に沿って入り込んでいるのがわかります。以前やった塩熟成肉やマキシマム熟成肉の時も変色部分が多く油に沿ってしっかりと浸透していて他の調味料と比べても塩はお肉への浸透具合がとてもいいことがわかります。塩分は脱水効果があると思っていましたがこれはなぜなのでしょうか？わかる方コメントで教えてください。それでは周りをトニューニングしていきます。若干身が引き締まりましたね。それでは焼いていきます。焼くとより一層熟成の香ばしさとハーブの香りが食欲をそそります。お腹が空いてきましたね。それでは食べていきましょう。いただきます。今日はオーガニックジンジャーエールを飲んでいます。これは国産の有機生姜を使用した有機ジャス認証のオーガニックジンジャーエールです。有機とはオーガニックと同じ意味で農薬や化学肥料に頼らず太陽、水、土地、そこに生物など自然の恵みを生かした農林水産業や加工方法を指します。辛みは控えめで甘口のジンジャーエールです。お酒と混ぜてもいいですしサイズもちょうどいいのでケースで買ってお風呂上がりとかにグビッと飲むのも良さそうです。まずはいつものお肉を食べてみます。裏切らない味、素敵です。ステーキだけに。それではクレイジーソルト熟成肉食べてみます。しょっぱいです。食べられないしょっぱさではないのですが結構塩味がお肉に移っちゃってます。ただハーブの香りが程よくお肉につき歯切れもホロホロとほぐれる感じでとてもよく旨味がしっかりとアップしています。塩熟成肉もマキシマム熟成肉もしょっぱかったので軽めに塗ったのですがまだしょっぱいです。何もしていない方はガツガツ食べられてどうしてもこっちの方が進んじゃいます。クレイジーソルト熟成肉を一口食べて普通のステーキを3枚食べる、そんなルーティンができています。ということでこのままではしょっぱくて食べられないので余ったクレイジーソルト熟成肉を使って塩味を生かして料理へアレンジしてみます。フライパンに油を引いて細かくした先ほどのクレイジーソルト熟成肉を入れます。刻んだ玉ねぎも入れて炒めて細かくした人参を追加し卵を投入します。ここにご飯を入れてさらに炒めます。ブラックペッパーで味付けをしたらお皿に盛り付けて完成です。味付けは他には入れません。クレイジーソルト熟成肉チャーハンです。いただきます。うまい。これぐらいの味付けがちょうどよく美味しいです。いい締めになりました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。クレイジーソルト熟成肉いかがでしたか？今回もジェーンおばさんに感謝です。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。